いつもご視聴ありがとうございます。クイックアートの飛山恭平です。今日のワンランク上のアイロンプリント講座は、このブラザーさんのスキャンカットで、このクイックアートのアイロンプリントシートをスキャンカットしてみたいと思います。こちらですね、はい、弊社のアイロンプリントシートなんですが、基本的には黒濃色生地を、白も含みますね。それと白単色生地を、この2種類がですね、大まかに分けて2つございます。で今回ですね、この白濃色生地の製造で印刷するタイプをですね、してみたいと思います。こういったですね、印刷をした後にですね、ハサミでカットをして、それで貼り付けるアイロンでというものになるんですが、このハサミでカットをしてという部分をですね、このブラザーさんのスキャンカットを使うとよりですね、ハンドメイドのレベルが上がると思いまして、今回この動画をですね、企画いたしました。その中でですね、実際ブラザーさんの東京ショールームにもですね、ご訪問させていただきまして、最新型の STX1200 もテストしてきました。それのレポートもですね、少し交えてご報告いたします。今回使うのはですね、残念ながら昔から持っている CM110、残念ながらというとなんですが、現在販売はですね、ちょっとしていません。2013年の12月24日に発売されたものです。で、現在ですね、これよりもクオリティがですね、販売されたものは基本的に上がっています。で、これからですね、ちょっとスキャンカットを買いたいという方はですね、ちょっと情報量が不足していて、恐縮なんですが、現在持っていらっしゃる方はですね、十分これが参考になれるかなと思います。注意すべきポイントを交えてご報告いたします。では、どうぞ。では、こちらがですね、今回、事前にテストしているものでございます。こちらですね、ハーフカットになっているものと、ちゃんと切れてしまったもの、この2つがあります。切れてしまったのはこのようにですね、裏の台紙の部分まで切れています。一方ですね、ハーフカットというこちらの、赤ピーマンでですね、このように、台紙は残っていて、このシールの部分だけ切れています。このようにですね、同じ設定でしているのですが、このような違いがちょっとこれはございました。これ注意だけの CM110 のところです。で、これですね、考え方としてですね、気をつけていただきたいのが、この、カット場のですね、圧力のこの設定が重要になってきます。こちらですね、私がちょっと最初にしてしまったものなんですが、刃の圧力をですね、一番強くしてやっていくと、このように台紙も突き抜けて、このシートもですね、ダメになってしまいました。こちらですね、ずっと使っていくものでできれば長く使いたいので、このやり方をしていたら当然ですね、すぐダメになっちゃうのでダメです。なのでですね、この圧力の設定というのは非常に重要になってくるかなと思います。このあたりはですね、皆様テストしていただければと思います。今回使う CM110 ですので、他の機種の場合はですね、ちょっと違うものになりますが、このあたりですね、考え方はですね、変わらないと思いますので、ご覧ください。ではですね、スキャンを始めていきたいと思います。今読み込んでいます。で、今認識値でこのように出てきました。で、カットラインなんですが、このように C。こちらですね、ハサミで切るとちょっと難しいかなと思うんですが、これが出てきました。こちらですね、ちょっと大きくすると、このように。黒いところはそうなります。で、このですね、スキャンの技術なんですが、CM110 になりますと、少し細かいところが苦手だったんですが、新しい SDX1200 ですと本当に微細なものもできています。その前の方もですね、十分できていると思います。なのでですね、このあたりのスキャンの方はですね、そのようにできる、機種によるというところで、ご参考にしてください。CM110 ですと、ちょっとですね、この A の真ん中ぐらいですと少し難しかったりしました。で、次にこの設定ですね、申し上げた。こちらですね、刃の、カット速さ、カット圧力なんですが、ちょっと見えづらいでも恐縮なんですが、こちらですね、カット速さは3、カット圧力は0。デフォルトの状態でしています。で、メモリ、こちらなんですが、これは3でしています。で、これでですね、さっきお見せしたこのぐらいのですね、実際に突き抜けることはほとんどないものができました。ではですね、この状態でですね、OK をして、次に進んでいきたいと思います。で、こちらなんですが、初めですね、やはり早く、やりたいので、カットしたいので、強めにされる方もいらっしゃるかと思うんですが、できるだけ弱めでですね、アプローチをしていってください。
これでカット中になります。少しですね、このアイロンプリントシート自体がですね、少し柔らかいものになっていますので、はい、この切れる場合にミシン目になりがちです。これをちょっとご説明いたします。はい、このようになりましたが、はい、ちょっとここにデコボコという部分がありますが、これがちょっとミシン目になります。ただですね、はい、このように、これはちょっと今回結構切れました。ハーフカットというより、やっていきますね。このようにして、結構綺麗にできました。ちょっとですね、ここの微細なところがギザギザとなるミシン目というんですが、これはですね、はい、少しこのアイロンプリントシートというのは粘着、少し厚みがあったり伸びたり伸縮性もあるので、凝ったりすることです。このように、はい、できました。いかがでしたでしょうか。今回ブラザーさんの CM110 を使って弊社のですね、クイックカットの選択に強いアイロンプリントシール、白黒共用、こちらをカットしてみました。こちらですね、製造で印刷するタイプです。製造で印刷と言いますと特に反転もせずそのまま印刷をするということなんですが、これが反転するタイプですと、残念ながら CM110 はしっかりですね、SGX1200 もブラザーさんの東京ショールームでやったんですが、うまくいきませんでした。現状スキャンカットでですね、白単色生地をカットするのはちょっと難しいです。その理由を言いますと、こういったアイロンプリントシートなんですが、はい、製造用はですね、ほぼ紙に近いですね、少し伸縮性と粘着のあるものになっていて、カットはできていけるんですが、これは白、単色生地の反転するタイプになりますと、これがですね、薄い膜のようなものになるんですね。はい。なので、カット刃が入っていくとぐしゃっとなるようなイメージで、このまっすぐ切るというのがですね、他のカットでもそうなんですが、なかなか難しい現状になっています。白単色生地をですね、このイラストの部分だけを切ってプリントするというところでですね、前からですね、ご案内した弊社マイクのパウダープリントを使えば、顔料プリンターですね、全色顔料インクプリンターでインクジェットにね、印刷をしたところだけが転写できるというのが、はい、プリンターとインクジェットプリンターとアイロンだけできますので、それをされたい方はそちらをご覧ください。ご覧というかご利用ください。パウダープリント。こういったですね、黒生地にですね、こういったハサミではちょっと難しい部分ですね。はい。を綺麗にカットされたい方のスキャンカットをお試しされるといいと思います。このようなですね、文字も入ってきていけます。これに関してはですね、CM110、あと CM300、SDX1000、SDX1200、こういった種類があるんですが、基本的に今使っている CM110 は古い、一番古い機種で、CM300 もですね、以前私使った、試させていただいたことがあるんですが、結構スキャンはですね、細かくできていけます。そして SDX1200 は当然ですね、その後のものになりますので、より細かく、またカットのですね、ラインが綺麗に出ていきます。ちょっとこれですね、お見せできなくて恐縮なんですが、持ってらっしゃる方はですね、ぜひお試しいただければと思います。こういうですね、はい、恐竜の細かい部分ですね、もう綺麗にできていけるはずです。刃のですね、このスーッといくレベルが上がったようです。上がったというのも2018年10月のものでですね、多くの方が持ってらっしゃるところだとは思います。今回ですね、アイロンプリントシートでこのスキャンカットをやっているですね、YouTube の動画、リサーチするとほとんどなかったんですね。やっぱりクラフト紙、またですね、ラバーシート、そういったものが多かったんですが、結構いろいろなものをカットできると。これ、タレコミとしては通してですね、紙だけでなく布のカットもしたい方にお勧めというぐらいで、いろいろなもののカットというところでちょっと使われる想定だったんですね。現状はですね、こういった文具とかですね、クラフトのところのハンドメイドで使われている部分が多いんですが、ちょっとですね、立ち止まってこういったものをカットできないかということでですね、はい、アイロンプリントシート持ってらっしゃる方はぜひお試しいただければと思います。今回ですね、ちょっとこの現状販売しているブラザーさんのスキャンカットをですね、新しく買うっていうところでですね、情報不足かなと思いますので、ご関心になる方はですね、ショールーム、ブラザーさんの東京ショールームなど見られるのも面白いかなと思います。これですね、カットしてみたいこういったシートなどもですね、お試しできるんではないかなと思います。おさらいを言いますと、製造タイプのアイロンプリントシートは試す価値があります。で、注意していただきたいのは、そのカット刃の圧力ですね。これはあまり強くないものでやってください。あまり最初から強いとですね、はい、傷んでしまいます。弱めでもですね、十分カットができていけます。
で、あとはですね、このミシン目、ここもですね、カット場の圧力などによって変わってきますので、お試しください。白単色生地用などの反転印刷のものは難しいですので、クイックアートのパウダープリントでしたら、今日ね、スキャンカットでしたいアイロンプリントのことができていきますので、ぜひこちらをご利用ください。今回もですね、どうもご視聴ありがとうございました。また開けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。